はい、今回はですね、ネイティブインストゥルメンツからリリースされました、この新製品のセッションギタリスト、これを解説していきたいと思います。この製品はですね、アコースティックギターのバッキング、この部分に特化したソフトで、様々なですね、バッキングパターン、ストロークを操ることができます。ギターをですね、弾くことができないという方はもちろんなんですけども、ギターは弾けるんだけど、アコギがうまく取れなかったりとか、ちょっとですね、手間がかかってしまうという場合にも非常に重宝するかなと思います。それではですね、実際に中身の方入っていきたいと思います。まずですね、この製品はコンタクトで立ち上げます。今すでにですね、このようにコンタクトを用意していまして、ここですね、セッションギタリストありますので、これを開きます。このようにプリセット一つしかありませんので、これをそのまま読み込めば OK です。このような形となります。またこの製品はですね、コンプリートコントロールにも完全対応していますので、読み込みを行うとですね、ライトガイドでこの鍵盤の位置、示唆してくれます。またですね、これから紹介するパラメータなんかもですね、簡単にコントロールすることができますので、もしコンプリートコントロールをお持ちの方はですね、そちらで開いていただくことをお勧めします。まずですね、こちら鍵盤見ていただきますと、赤、黄色、緑、青と並んでいます。それぞれでですね、役割がありますので、簡単に見ていきましょう。こちらはですね、パターンを切り替えることができます。そのパターンというのがここですね。ですので、これ C シャープ1を弾きますと、こっちのパターンに切り替わって、そして D1 を弾きますと、このパターンに切り替わりますと。このブルーの部分はですね、実際の和音に対応しています。ブルーの部分を押すことによって、こんな感じでコードが演奏されます。このパターンに関しましては、この赤部分ですので、パターンを切り替えることもできるということになります。またですね、今弾かれているコードネームはこの部分に示唆されていますので、A に変えますと、このようにですね。そしてこの黄色と緑部分ですね。この緑部分はですね、特殊奏法になっていまして、こんな感じ。打楽器だったりとか、スライドだったりが入っています。この黄色部分は演奏終わりに使える奏法が入っています。例えばこうなっていまして、これをですね、止めたりとか、最後書き鳴らして終えたりとか、一番最後に演奏されたコード、今ですと G で演奏が展開されます。ここまでですね、把握していただきましたら、実際に打ち込みを行ってみましょう。参考楽曲ですね、このイントロ部分。こんな感じです。ちょっとコード感が少ないので、アコギで埋めてみたいと思います。まずこちらですね、打ち込むところ、2小節のループになっていますね。D フラットと B フラットマイナー7の組み合わせということになります。まずパターンなんですけども、これデフォルトの C1、こちらで演奏させてみたいので、このようにですね、2小節間入れます。今ですね、パターンの視点を伸ばしてやったんですけども、この部分ですね、一瞬でも演奏されますと、そのパターンに切り替わりますので、このような形でも問題ありません。そして次がですね、ブルーの部分ですね。デフォルトではですね、この音程を単発で押しますと、3度を除いたコードが鳴ります。これでですね、楽曲のコード、メジャー、マイナー関係なくどちらも使用することができます。複数の音程を打ち込むことで、そのコードにもなってくれると。そしてボイシングもですね、ギターのボイシングに変わってくれますので、このあたりもですね、音程をただ積み重ねていけば OK と。最初が E フラットですので、これだけでもいいんですけども、一応和音を打ってみましょうか。これと、ここですね。こういった形です。次はですね、B フラットマイナーセブンスなので、じゃあですね。そして3度がフラットしまして、そして5度。そしてラストにセブンスの音が入りますので、こちらですね。はい。それではですね、実際に聞いてみたいんですけども、頭ですね。ちょっと特殊奏法を入れときましょうか。スライドをですね、頭に入れてみましょうか。これですね。一拍入って。これで一回ループしてしまって、聞いてみましょうか。こんな感じですね。そしてここまで打ち込みましたら、あとはパターンを決めていくだけとなります。パターンの切り替えなんですけども、こちらですね。この部分をクリックしていただくことで、こんな感じで変わっていきます。またこの一覧を見たいという方はですね、この名前部分をクリックしていただきますと、詳細に飛ぶことができます。このように4分の4拍子だったり4分の3、跳ねたもの、これらをですね、選択することができます。今は4分の4拍子で進めていきましょう。これだけパターンがあると。そうですね、今はじゃあファンキーを選んでみましょうか。これダブルクリックすることで、こんな感じでパターンが切り替わります。今 C1 ですね、この部分が変わりましたよね。この切り替え方法はですね、この赤部分のパターンすべて変わります。
ういった形でしょうか。そして一つ一つのパターンをですね、切り替えることもできます。この上と同じようにですね、こちらをクリックしていくと、どんどんパターンが変わっていくと。またこのパターン、非常に膨大にありますので、もう少し効率的に探したいという方はですね、この虫眼鏡マークを押していただきます。こういうものが出てきます。ここで絞り込みを行うことができます。今ですと4分の4拍子。このプレイのニュアンスですね、ハード、ソフト選ぶことができます。そしてここが非常に面白いんですけども、オープン、ミュート、ミックスとありまして、オープン、実音ですね。これ実音がこの16分のですね、どこに入ってほしいかというものを決めることができます。一つこれがですね、16分音符になっています。ですので、例えば実音はここに入ってほしい。そしてこの16ブラに入ってほしい。そして3拍目の8ブラに入ってほしい。こう指定しますと、それにですね、合うパターンが下に出てきます。あとはですね、こう出てきたパターンをですね、クリックしていただくと、こんな感じで視聴することができます。そしてこの視聴のコードですね、こちらで見ることができます。今 G メジャーになっていますけども、この楽曲ですね、E フラットですので、E フラットのメジャーという風にすると、簡単にですね、雰囲気を確かめることができるというものになっています。オクターブなんかもありますね。これなんかいいかもしれませんね。いいパターンが見つかりましたら、ダブルクリックすることによって読み込むことができます。これで聞いてみましょう。そして最後にですね、このパターン入れたんですけども、もう少しニュアンスを変えたい。そういう要望にも対応しています。この I 部分を押していただきますと、こんな感じですね。今のパターンの詳細がこのように出てきます。これをですね、ドラッグさせることで、このリズムをですね、変えることができるというものです。一度やってみましょうか。これをですね、ずらして、アクセントが変わりますよね。こういった感じでですね、選んだものから変化させるということもできます。そしてここですね、2分の1、そしてかける2と書いてますけども、今のパターンをですね、半分の速度で再生させる。もしくはですね、2倍の速度で。こういうこともできてしまいます。そしてですね、このエンドステップというものがありまして、今ここで一周しますけども、これをですね、下げていくことで、この部分だけをですね、繰り返し演奏してくれという指定もできます。伸ばしていきますと、こういった感じですね。今ちょっと僕が欲しかったのはですね、ちょっと早めのこういったニュアンスだったので、これをですね、採用してみたいと思います。このような形でですね、かなりパターンを細かく詰めることができます。次回はこうパターンが決まった後のですね、音作り、このあたりを詳しく解説していきたいと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。